こんにちは。今回はですね、GoPro Hero 12と Osmo Action 4を比較してみたいと思います。このどちらを購入するのか悩んでおられる方もいらっしゃると思いますので、分かりやすく比較してみたいと思います。ぜひ皆さんにぴったりのカメラを見つけていただければと思います。まず外観とか各部の仕組みなどをお見せします。それから次に簡単にスペックの比較もしてみます。そして3番目に比較映像もお見せします。最後にまとめとしてどちらのカメラがどんな方に向いているのかなどもお話しできたらと思います。ぜひ最後までご覧ください。ではまず1番目、外観の違いなどを見てみたいと思います。サイズ的には Osmo Action 4の方が一回り小さくて重さも少し軽くなっています。ただし実際の使用においてはその重さの差っていうのはほとんど感じません。個人的には GoPro ぐらいの大きさの方が私は自分の手に馴染むと感じます。で、ご覧のようにどちらも前後に液晶が搭載されています。液晶のタッチ感度っていうのは GoPro も以前よりは良くなっているんですが、やっぱりちょっと若干タイムラグがありますので、慌てている時なんかは2回3回って押しちゃうこともあるんですよね。Osmo Action 4は非常に快適に操作することができます。で、フロントの液晶は Osmo Action 4はタッチ式になってますので、ここで小さいんですけどいろいろ設定をしたり動画を再生したりすることもできます。GoPro のは見るだけです。で、どちらもバッテリーは交換式になっています。で、GoPro は1箇所に USB-C ポートとメモリーカードスロットと全て集約されています。USB-C ケーブルを接続して充電したりとか、ウェブカメラとして使うときなどは蓋が開いたままになってしまうので、気になる方は気になるかもしれません。それを回避するためにケーブルを通すことのできる蓋も発売されています。Osmo Action 4の方はバッテリー室にメモリーカードが入るようになっています。USB-C ポートは反対側に蓋が別で用意されています。ボタンは非常にシンプルで、どちらも電源ボタンとシャッターボタンの2つだけが搭載されています。で、どちらもシャッターボタンを押すことによって撮影を開始することのできるクイックモードみたいなものがついているんですが、Osmo Action 4は非常に反応が早いです。押したらすぐに撮影が開始されています。で、ボタンのサイズ的には若干 Osmo Action 4の方が小さくなってますので、これからウィンタースポーツとか、バイクなどでもそうだと思うんですけど、分厚いグローブなんかをして操作をするときは GoPro の方が若干操作しやすいかなと感じます。で、カメラのマウント方法なんですが、Action 4はマグネットと爪で固定するタイプになっています。これは本当によくできていて、一瞬で脱着することができますし、固定もしっかりとできます。で、GoPro は昔からあるこのタイプのマウントなんですけど、今回のヒーロー中にも少しだけ改良が加えられて、この真ん中の部分に三脚ネジが取り付けられました。なので、手持ちの三脚などに簡単に設置することができるようになりました。これね、意外に便利です。ただやっぱり Osmo Action 4のこのマグネット式のマウントに比べると、やっぱりめんどくさいかなっていう感じはします。で、レンズカバーはどちらも交換式になっていますので、壊れた場合などは新しいものを買って自分で付け替えることができます。またレンズフィルターなども簡単に装着することができます。で、アクション4はケージがあるんですが、このケージに入れることによってカメラをガードすることができます。で、縦長の動画を撮影するときも縦型にマウントすることができますので、縦と横の切り替えとかもね、非常に簡単にできます。GoPro はケージというよりもメディアモジュラーというものがあって、これに入れることによってかなり拡張性が広がります。HDMI 端子、それから USB-C 端子、さらに 3.5mm のマイクジャックがありますので、ここにマイクをつないだりすることもできます。さらにアクセサリーシューも上と横についてますので、市販のいろいろなアクセサリーを取り付けて使うことができます。で、モジュラーといえば MAX レンズモジュラー 2.0 というものが今年発売されました。これを取り付けることによって超広角での撮影や、また360度の水平維持もより広角で行うことができるようになりました。これはね、なかなか面白いですね。GoPro 買ったらぜひ一緒に買いたいアクセサリーの一つかなと思います。防水性能はハウジングなしの場合、Osmo Action 4は18メートル、GoPro は10メートルとなっています。どちらも防水ハウジングに入れれば60メートルまでの防水対応となっています。
次に設定メニューに関してなんですが、どちらも初心者の方向けの簡単なメニューがありますので、そこで必要最低限な設定を行うだけで綺麗な動画や写真を撮影することができます。でさらにプロモードっていうのも用意されてますので、そちらにすれば細かい設定を行うことができるようになっています。詳しい方は自分好みの設定で撮影ができます。プロの仕様にも耐えるような設定項目がたくさん用意されています。どちらもスマホアプリからコントロールして撮影することができます。GoPro も最近はプレビューしながら、画面を見ながら撮影を行うことができるようになりました。アプリとの接続のしやすさとか反応の良さとかアプリの使いやすさ、撮影のしやすさなど全体的な評価としては個人的には DJI のアプリの方がよくできているかなと感じます。次にスペックも少し比較してみたいと思いますが、まずは一番大事なセンサーサイズですが、Osmo Action は 1.3 分の1インチというものです。GoPro は 1.9 分の1インチとなってますので、Osmo Action 4の方がかなり大きなセンサーが搭載されています。ただし、日中の撮影においてはほとんど差を感じることがないんじゃないかなと思います。一番違いが出るのは暗いところでの撮影かと思います。で GoPro のセンサーは8対7というかなり正方形に近いセンサーが搭載されていますので、後から高画質な縦長の動画を切り出すこともできるようになっています。でどちらも水平維持機能がついていて、ある程度の傾きまでは水平を保ってくれたり、また360度回しても水平を保ってくれるというモードがついています。ただしこれはセンサーの中の狭い部分を使うようになるため、使えるモードも限られてますし、画角も少し狭くなります。でどちらも 4K120fps で撮影することができますので、4倍とか5倍のスローモーションにすることもできます。非常に高画質なスローモーションが作成できます。で重要な点としてバッテリーがあるんですけど、 GoPro も以前よりはだいぶ良くなってはいるんですが、体感的には Osmo Action 4の方がかなり長く持つ感じがします。それから暑さ寒さに対する強さなんですが、もうちょっと涼しくなってきてしまったんで、車の中でテストしました。26度ぐらいの環境で 4K120 でやったところ、アクション4が49分、GoPro は21分ほどで止まりました。寒さに対しては冷凍庫でおそらくマイナス20度とかだと思うんですけど、テストしたところ 4K60 でアクション4が113分、GoPro Hero 12は66分という結果でした。長時間撮影をして気になった点としては、Osmo Action 4はファイルが30分前後でどんどん分割されていきます。なので2時間とか撮影すると3つとか4つのファイルになっています。GoPro は何分撮影しても1つのファイルにまとまっていました。充電は Osmo Action 4は急速充電で18分で 80%、49分で満タンになります。GoPro の方は急速充電というのはないんですけど、だいたい2時間ぐらいで満充電になります。撮影できるモードとしては GoPro は標準モード HDR、それからログ撮影です。Osmo Action 4は普通に撮ると HDR になっています。さらに D-Log-M というログ撮影のモードが用意されています。ただこの Osmo Action 4の HDR はあまり派手な感じではなくて、非常に自然な感じの仕上がりになっています。で映像の色付けというか色味に関しては、比較映像を見ていただくとわかるんですけど、どちらかというと GoPro の方が派手めな感じかなと思います。アメリカ人好みのはっきりとした色合いというか、そんな感じがします。Osmo Action の方はもう少し繊細な感じがします。ただしこれはログ撮影をすれば後で編集でどうにでも変更することができます。では次はお待ちかねの比較映像になります。まずは車載映像なんですが、自撮り棒につけて撮ってもらっています。これを見ると私の顔とか服のあたりとかもね、 GoPro Hero 12の方が明るく撮れています。カメラには結構厳しいと思うんですけど、これも同じですよね。逆光でかなり厳しいんですが、 GoPro の方が上手に暗部を描いてますよね。今度は 4K60fps で標準モード、一番狭い画角です。歪みが一番少ないモードです。どちらも綺麗に撮れてますよね。GoPro の方がやっぱりちょっとビビッドでしょうかね。設定も GoPro は今回すべてビビッドで撮っています。これも同じく一番狭い画角で撮っていますが、 GoPro の方が向こうの山とかもちょっと大きく映っていて、若干画角が狭いかなという感じがします。今度は同じく一番狭い画角ですが、ログモードで撮影をしています。どちらもメーカーが用意している標準のラットを適用しています。
逆光状態から順光の方にパンしていってるんですが、どうでしょうか。GoPro のログ撮影がいまいちよくわかりませんが、これはまだマシかなと思います。今度は GoPro は HDR モードにしてみました。GoPro はあんまり変わりがないように見えるんですが、Osmo Action 4がかなり、これ D-Log-M なんですけど、綺麗に見えますがいかがでしょうか。で今度は一番広い画角にしています。そうすると今度は GoPro の方がちょっと広く見えます。今度は 4K120fps で5倍のスローモーションにしてみました。4K120 でもね、非常に綺麗に映っています。次はズーム映像の比較ですが、Osmo Action 4は2倍、Hero 12は 1.4 倍になっています。それほど差はない感じですよね。今度はタイムラプスです。1秒ごとの撮影で撮ったものですが、若干 GoPro の方が鮮明に見えるでしょうか。今度は最高画質で撮ってみました。GoPro Hero 12は 5.3K で撮っています。色はビビッドになっています。どうでしょうか。こちらはアクション4の最高画質 4K で撮っています。4K の 24fps です。どうでしょうか。解像度の違いがわかるでしょうか。並べてみました。ちっちゃくしちゃうともうほんと差はね、感じないぐらいでしょうかね。よくわからないので 200% にしてみました。GoPro の方がちょっとエッジが強調されていて、絵がざわついているというか、塗り絵みたいな感じに見えなくもありません。次は内蔵マイクのテストです。どちらもステレオモードで風切り音低減モードはオフにしてあります。カラスの鳴き声が結構しますが、どうでしょうか。私の声はどうでしょうか。GoPro Hero 12の音声です。Osmo Action 4の音声です。どうでしょうか。Osmo Action 4の音声です。次は暗証性能の比較です。4K24fps で標準モードで歩きながら撮影をしています。手ブレ補正も普通のものが入っています。どうでしょうか。このぐらいだとそんなに差を感じないでしょうかね。Osmo Action の方が若干安定しているでしょうか。どちらもちょっと光のやっぱりにじみが出てますよね。全然気にせずドタドタと歩いているので、足の振動がもろに伝わっている感じがします。止まると収まりますけど、 GoPro の方はちょっとノイズが多いでしょうかね。暗くなると結構差が出てきますね。 GoPro はかなり映像が荒れてきます。Osmo Action の方がノイズも少ないですし、色も自然な感じに映っています。Osmo Action 4で D-Log-M で撮っています。ISO MAX6400 に上げました。そうすると、シャッター速度も上がるので、光のブレなどはなくなるんですが、今度はちょっとね、ノイズが出てくるんですよね。なので、ISO MAX3200 か6400、その辺のどちらか好みで選ぶという感じになるでしょうか。今度は夜の車載映像になります。4K24 で撮ってるんですが、Hero 12はもう結構手ブレ補正が厳しくなってきてますね。かなりガタガタしています。こっちはアクション4で 4K24 標準モードで撮影をしています。ちょっとノイズとかはあるんですが、手ブレ補正に関しては GoPro よりかなりいい感じじゃないでしょうか。さあ、いかがだったでしょうか。最後に少しまとめてみたいと思うんですが、いろんな比較をしていくと Osmo Action 4の方が優れている点が多いですね。ただし価格差を考えると GoPro もね、決して悪くないんじゃないかと思います。アクションカメラなんだから、昼間のアウトドアアクティビティの撮影が主になるっていう方はもう非常にいい選択肢になると思います。だんだん台を追うごとに価格が上がっていくカメラが多いんですけど、 GoPro はだいたい以前からこのぐらいの価格でずっと売られ続けていて、今となってはね、他のカメラと比べると若干安く感じるぐらいです。山とか海でガンガンアクションカメラとして使いたいっていう方には本当に楽しい夢のカメラかと思います。Osmo Action 4はちょっと価格は高いんですけど、夜も結構綺麗に撮影することができますので、より普通のカメラとしても使えるかなと思います。
用途がね、少し広いんじゃないかと思います。激しいアクションはしないけど、時々スポーツなどを撮りつつ、さらに日常生活も綺麗に記録したい、Vlog 撮影がしたい、夜も綺麗に撮影したいという方には Osmo Action 4がおすすめかと思います。あくまで私個人の感想なんですが、皆さんのカメラ選びの参考にしていただければと思います。今までも新しく登場した Insta360 の ACE Pro とのそれぞれのカメラの比較とか、また Osmo Pocket との比較なども出していますので、関心のある方はぜひご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。